こんにちは。何それ DIY です。今回はテーブルソーの刃を新しく購入したんで、テーブルソーを購入した時に最初からついてた刃とどのくらい切れ味が違うのか、試しに比べてみたいと思います。新しく購入したこっちの刃の方が、多分おそらく切れるんだとは思うんですけど、どのくらい違うのか比較したいと思います。交換するテーブルソーは、海外テーブルソーのスキルソーっていうやつですね。まずは、この、最初についてたこのブレード。これで、このヒノキの材料をカットしたいと思います。縦切りはこんな感じですね。お世辞にもそんなに綺麗とは言えないんですよね。このブレードの刃がくっきり残っちゃう。こんな感じです。続いては横切りやってみたいと思います。横切りはこんな感じです。横切りはこれだけで見ると、そんなに悪くない感じもするんですけどね。それでは、刃を交換して、新しく購入した刃の切れ味を試してみたいと思います。もともとついてたこのブレードは、この刃数が24。新しく購入したやつは、刃が40個。で基本的には、この同じ径の刃であれば、刃の数が少ないよりも、刃の数が多い方が、切断面はきれいになります。じゃあ、細かい刃がいっぱいあるやつだけでいいじゃんって思うかもしれないんですけど、木材を縦切り、こういうふうに縦にカットする場合は、刃がいっぱいついてるよりは、刃数が少ない方が切りくずの排出が楽になるので、切断のスピードは速くなります。精密加工、特に横切りとか使って精密加工したいんであれば、刃数が多い方が切断面は綺麗なので、こういう刃の方がいいと思います。こういうブレード、丸ノコなんかに使ってるチップソーとかもそうなんですけど、一概に刃の数っていうわけではないとは思うんですけど、その機械のパワーだったりとか、ブレードのこの刃が特殊ですごく切れ味があれば、刃数が少なくても切断面は綺麗になるかもしれないし、ただ同じ条件であれば、基本的には刃数が多い方が切断面は綺麗って覚えておくといいかもしれないです。これで新しく購入した刃を取り付けることができました。新しく購入したこの刃を使って、縦切りをしてみたいと思います。
全然違うんですけど。めちゃくちゃ綺麗ですね、切断面が。もともとついてた刃数24のやつと比べると、こんな感じです。全然違いますね。めちゃくちゃいいですね、これ。こんなに違うんすね。どっち切ったかわかんないレベルになりますね。次は横切りやってみます。切断面はこんな感じです。こっちが元々の刃を使ったやつ。やっぱり刃数が多いだけあって、切り終わりのバリも若干いいですね。ちょっとね、これ、画像だと分かりづらいんですけど、かなり切断面が、すごく目が詰まってるっていうか、触るとやっぱりこっちの方が、加工は細かい、切断面は綺麗っていうことになるんじゃないかと思います。でも縦切りがあからさまに切れ味が違いますね。こっちが新しい、新しく購入した刃でカットした方なんですけど、購入したばっかで刃が切れるから、まあ当然でしょって思うかもしれないんですけど、こっちの最初からついてた刃、こっちの刃で、まあ最初から切っても、最初から切断面はこんな感じでした。なのでやっぱり基本的に新しく購入した刃数40の方がやっぱりよく切れるっていうことになりますね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。この元々のやつのノコミが1.3 とかで、新しく購入した方は 1.6 とか。なので、このブレード自体が少し厚みがあるんで、厚みがあると、合成が高くなるんですよね。例えば、こういう薄い刃だと、ちょっとしたことでこの刃がブレちゃう。なので、こっちの新しい方は、合成も高くて、ノコ自体がブレが少ないので、より直線カットの精度が高くなるんじゃないかなって思います。ここに8と4分の1インチってなってるんですけど、まあ、大体約210ミリぐらい。ね、210ミリぐらいでしょ。新しく購入した刃も、まあ、外径は大体210ミリ。いかがだったでしょうか。もしこの海外テーブル層のこのスキル層、これをもうすでに使ってるよ。でも、なんかこのブレードの切れが悪いな。そう思ってる人は、こっちの刃に付け替えることで、綺麗にカットできるかなって思います。今回この購入したこの刃は、説明欄にリンク貼っておきますんで、まあ、よかったらそちらから見てください。ちなみにメーカーは、ディアブロっていうんですかね、の
8と4分の1インチ。そして刃数が40。これは国内から買えますんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと、ブログもやってますんで、そのリンクも説明欄に貼っておきますんで、よかったらそちらの方をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。